去年の夏の出来事です。最近、自分のお腹周りが気になり始め、ウォーキングを始めた頃でした。仕事柄、昼間から21時頃まで忙しいので、早朝か深夜の時間帯で歩くと決めました。しかし早朝の眠気に勝てず、いつも深夜に小1時間ほど歩いていました。学生時代によく聴いていた歌を聴きながら、車も人通りの少ない道を歩くのは、なんだか気持ちのいいものでした。数ヶ月が経った頃、深夜になっても気温が下がらず、いつも以上に汗をかく毎日でした。内心、たくさん汗もかいて、節制した生活を送っているのだから、いくらか成果は出ているだろう、と。しかし、体重は増えていました。体重計でも壊れているんじゃないかと思うほど体重が増え、不思議でした。体重が増えることを会社の同僚に面白話として話しました。すると、大概の人は笑ってくれました。しかし、一人だけ笑わずに、神妙な顔をした人物がいました。仮に A さんとします。私は A さんに、どうしたのと声をかけました。すると A さんは、体重が増える原因は、後ろにいる女性のせいだと思う、と、神妙な顔のまま、小さな声で話してきました。私は、A さんの冗談だと思い、笑って済ませました。A さんの話に、ちゃんと耳を傾けておけばよかったと、すぐに後悔します。状況が変わったのは、私が同僚に話した面白話が、部長の耳にまで届いたことです。部長は私に、ウォーキング中の動画を撮る条件で、3日で1キロでも痩せたら、T1 トンをあげるよ、と持ちかけてきました。もちろん、私が歩いている姿を見てみんなで笑う魂胆なのは、分かっていました。しかし、T1 トンに惹かれた私は、快諾してしまいました。まさか、あんな恐ろしい映像が映るとも思わずに、部長と話した夜から、いつもより長い距離をウォーキングしました。ダメ押しで筋トレの回数も増やし、サウナで汗も流しました。最終的には、2日目の夜から体重測定するまでの間、何も食べずに過ごしました。私は、さすがにここまでやれば痩せているだろう、と思っていました。仕事が終わり、体重測定の時間も来ました。私は運動も軽い断食もしたから、痩せていると思っていました。しかし、体重計を目の前にすると、軽く緊張をしていました。ゆっくり体重計に乗ると、なんと5キロも太っていました。部長を含め全員大爆笑しています。しかし前回と同じく、A さんだけは笑っていません。部長は私に、ウォーキング中の動画を見せてみろよと、まるで私がウォーキングしていないと決めつけた言い草でした。私は少しムッとしながら、会社のテレビに携帯をつないで、ウォーキング中の動画を流しました。全員、ちゃんと歩いているな、と感心してくれました。しかし、一人の同僚が、再生時間長すぎないか、と異変に気づきました。私は、普段より長く歩いたからかな、と答えました。しかし、時間表示は6時間を超えています。A さん以外は、停止するの忘れたんじゃない、と話していました。私含め全員気になったので、残り5分まで早送りしました。2時間ほどはウォーキング中の映像でした。あとは、帰宅してシャワーを浴びに行く私の姿、サラダを食べる私の姿と、普段通りの私の姿が流れています。間もなく、電気を消して就寝する私の姿。眠りについた頃から、誰も予想していなかった映像が流れました。映像の内容は、朝方、私はゆっくりと起き上がり、冷蔵庫を開けて、むしゃむしゃと食べ物を食べている姿を見て、全員が黙ります。なぜなら、私は目を閉じて、信じられないほど大きな口を開けて、食べ物を食べているからです。まるで、
何かに取り憑かれた人でした。親と同居していたため、冷蔵庫には食べ物はたくさんありました。しかし、自分が無意識で暴食を行っていたなんて信じられません。動画が終わるタイミングで、みんなが悲鳴を上げました。理由は、私に被る感じで、女性の姿が映ったからです。映っている時間は、2秒ほどでした。しかし、はっきりと映っていました。確実に私と同化していました。A さんはテレビ画面を見つめながら、ほらね、だから言ったでしょと、つぶやきました。翌日、急いで、お寺にお祓いをしに行きました。何も状況を説明していないお坊さんから、戦時中に上に苦しんだ女性がついている、と言われ、そっとしました。